料理研究家の私が東京2泊3日、長男夫婦の家を初めて訪ねてご飯を作ってきました。皆さんこんにちは。今日はいつもの料理動画とはちょっと違って東京滞在の Vlog です。もちろん息子家族のマンションで煮て焼いて炒めてだし汁をとって笑っての様子です。普段はスープの動画だけなので、スープ以外の料理上達のポイントもお伝えできたらと思っています。ぜひ最後までご覧ください。長男家族と会うのは半年の孫娘を連れて帰省してくれた時なので、かれこれ2年ぶり。コロナもあり、私の母の調子が優れず、実家暮らしも始まってなかなか会いに来れませんでした。 Facebook で見つけた友人でも恋人でも家族でも大事なのは思いやりと距離感という言葉。距離感大事やなぁと、今回は全国旅行支援を利用してお知り合いの旅行者の方に息子のマンション近くのホテルを予約してもらいました。2泊お世話になります。インスタに素敵なハンドメイドアクセサリーをアップしている by M さん。 M の後の丸が作家のセンスを感じますよね。イヤリングがとっても気になっていたので、2つ買い求めて気に入った方をおえみさんにプレゼントすることにしました。うわー、かわいい。すごい素敵じゃないですか。何作ったらいいですか？ウインナーとポテト。ポテトとウインナー作りがいないなでは孫のリクエストのポテトはハッシュドポテトを作ってみます。フライドポテトも美味しいけど油の量も少なくて済むのでカロリーも低いですよ。パリパリに焼いて作りたてを頬張るのは家で作る贅沢です。息子たちが小さい時にはよく作りました。一つ目のポイントはスライサーを使うこと。細切りにできるものです。頑張って包丁で千切りにしてもなんか出来上がりが違うように思います。二つ目はじゃがいもを水にさらさないことです。ポテトのでんぷん質が細切りのポテト同士をくっつけてくれます。水にさらしてしまうとでんぷんが流れ出てしまうんです。3つ目はオリーブ油かサラダ油を適量フライパンに入れて、中火より少し小さめの火加減で両面じっくり焼くことです。じゃがいもの量も薄く焼いた方がいい感じに焼き上がります。子供も大好きですが、大人もビールの最高のおつまみになりますよ。塩をパラパラと振って蓋をして片面蒸し焼きにします。全体に火が通ってじゃがいもが少し透き通ってきたら蓋を取って水分を飛ばしながら焼いていきます。下の面が焼き色がついたらひっくり返してまた同じように焼きます。もう一つのコンロでは薄口醤油で野菜を蒸しにしています。添えのブロッコリーはフライパンに少量の水を入れて蒸しにします。茹でると水溶性の栄養分が多く流れ出てしまいますが、こうすることで色よく美味しく出来上がります。冷蔵庫にニラが少し残っていたので、鶏のニンニク炒めをしてみます。鶏肉は最終的には細かく切って炒めるのですが、切ってから炒めるのと、まず皮目をじっくり焼いてからカットして仕上げるのでは、一味も二味も違ってきます。
薄く油を引いたフライパンに鶏もも肉の皮目を下にして中火より少し小さな火加減でじわじわと焼いていきます。肉は急激に加熱するとタンパク質が凝固して硬くなってしまいます。肉の内部温度が70度近くになると肉汁が出てきますので、それまでの温度帯をゆっくり焼いてあげることが大切なんです。そろそろ皮に焼き色がついてきました。ひっくり返して身の方も焼きますが、こちらは表面をコーティングするようにさっと焼くだけで大丈夫です。中はまだ生ですよ。この時に油を拭き取ってやることが大切です。余分な油に鶏肉の臭みが流れ出ていますので、一旦フライパンをきれいにしてあげましょう。鶏肉を切るところからの録画を忘れていました。フライパンにサラダ油を足してニンニクのスライスを入れて香りが出るのを待ちます。切った鶏肉を入れて塩コショウをします。そこまでしたのがこの映像です。切った鶏肉の中はまだ生ですよね。これをしっかりと炒めていきます。鶏肉に火が通れば 3,4 センチに切ったニラを加えます。ニラにも塩を少々加えると色よく塩味も効いてニラの風味が際立ちます。薄口醤油で蒸しにした野菜は半分取り分けて水を加えてスープにします。特別なものは何も加えていないのに野菜の甘さを感じる私のお好みの食べ方です。鶏のニンニク炒めも出来上がりました。肉汁が流れて出てなくて皮は香ばしく仕上がっていますよ。皆さんが炒めるとき水分が出てべちゃべちゃになったりしませんか？そんな方はぜひこのやり方を試してみてくださいね。この後みんなでご飯を食べてマンションを後にしました。田舎で生まれ育って頼りないと思い込んでいた息子が東京タワーにほど近い都会でなんとか家族仲良く暮らしている様子が見れて少しほっとしました。次回の動画は Vlog 後半2日目3日目の様子をお届けします。3日目は帰りの新幹線の時間までの3時間で作ってきましたよ。これからの季節に重宝する寄せ鍋のつゆの分量、だし汁を取らなくても手羽先だけで十分に美味しい根菜に、ハンバーグは豚ミンチだけの方が美味しい？もちろん野菜の蒸し煮でスープの具材も冷凍してきました。奮闘ぶりを見ていただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。